はい、どうも、ニコロです。1年半ほど使用していたミラレコ、オートボックスの V5 Pro なんですけど、特に不具合もなく気に入って使ってたんですけど、それでもね、やや不満に思うところがありまして、ボーミドさんからね、その不満を解消するちょうどいい製品をね、ご提供いただきましたので、気に入っていた V5 Pro とどう違うのかと。実際に2台設置して比較検証してみました。ただね、最近ではですね、いろんなミラレコが乱立していて、中にはですね、なんちゃって 4K 詐欺まがいの製品も非常に多いので、ミラレコを選ぶポイントなんかもね、合わせてお伝えできればなと思っております。そもそもなぜ僕が今までオートボックスの V5 Pro を使ってきたのかという、最大の理由はですね、車種別の専用ブラケットが用意されていて、後付け感がない、まるで純正品のような、すっきりした見た目であることなんですけど、今回ご紹介するポーミドの PRD81C も同じく車種別の専用ブラケットがあると。つまり、これが僕がミラレコを選ぶ最低限の条件なんですよね。で、その中で、それぞれどのような違いがあるのかを検証していきたいわけですけど、まずミラレコに求めるものは何なのかと。で、大きく2つあって、1つはですね、安全に運転できるかどうか。そして何かあった時にいかにそのね、様子をきちんと録画できるのか。その2点が大事だと思うんですよね。つまりですね、デジタルインナーミラーとして、運転時に極力ストレスのない視認性の高さだったり、そしてドラレコとしてね、どれだけ安定して、録画できるのかが、問われるわけですよね。そこでまず両者の違いのみをピックアップしてみたのがこの表です。他にもですね、若干違いはあるんですが、主な違いだけを明記させていただきました。僕個人的なポジティブポイントは黄色で、ネガティブポイントは赤字で示しています。まず V5 Pro のイマイチだったところは、ミラーの形状なんですよね。やはりですね、台形ではなくて、長方形の方がスッキリしていいのと、表示領域も広くなるし、ディスプレイサイズがですね、11インチ、9.35 インチと、大きく差があるように感じますが、実際に比べると、筐体自体の大きさはあまり差がないような感じはします。ミラレコ特有の明るさ不足を解消して、1200カンデラというね、明るさを実現しています。例えば iPhone 12以降の機種がですね、最大1000ニットなので、1200ニットがどれくらいの明るさか、お持ちの方であればイメージしやすいんじゃないかなと思います。特にオープンカーとか、あとサングラスをしてる時とか、あとね、ピーカンの雪景色の中を走ってる時なんかは、しっかり見えるんですよね。抜光って歌ってますけど、眩しすぎるほどの抜光ではないです。しかしですね、明らかにオートボックスの V5 Pro よりは数段明るいです。例えば、スモークフィルムを貼った状態でもですね、極端に暗くなって見えにくくなるってことはないですね。で、次が僕が最も重要だと思った機能なんですけど、このズーム機能がね、すごく大事なんですよ。というのも、両者とも視野角が145度、150度と広角すぎるので、広く見えていいんですけど、逆に距離感が実際とは大きく異なるんですよね。これはですね、分かっちゃいるけども、やっぱり車線変更の際にはめちゃくちゃ神経を使うんですよ。やはり距離感というのは直感的に把握することがめちゃくちゃ大事だなってことで、この機能こそが個人的にはですね、この機種の神機能だと思っています。さらにですね、一度合わせたズームの状態はエンジンを切ってもね、しっかりと保持されるので、これ大事です。はい、それではですね、まず両者の表示の違いを見てみましょうか。エンジンかけます。はい。で、もう一回エンジンかけます。起動はこっちの方が遅いですね。いずれもですね、もう録画が始まっている状態ですね。はい。今ですね、輝度を最高にしてます。明るさをね。両方とも最高の状態ですけど、どんな感じでしょうかね。フォーミドの方が明るいんですよね。ちょっとこれね、今ズームしちゃってるんで。はい。角度的にはほぼ一緒ですね。ただ、こっちの方が歪んでますよね。これ見てわかるように。で、解像度的にはですね、やっぱり明るさがこっちの方が強いので、後ろの車の運転手の顔が見えますよね。はっきりとね。こっちもなんとなく見えるんだけど、ぼやけてる感じですね。どちらかというとやっぱりこのポーミドの方が、はっきりしてますよね。はっきりね。この上のいわゆるブラケットにクランプを挟み込んでこれ吊るしてるんで、若干こっちの方がちょっと荒れた道だと揺れるかもしれませんが、その辺はご了承ください。そうですね、色味がやっぱり下はちょっと青っぽいんですけど、上は階調が豊かな感じというか、色も改造感もやっぱりポーミドさんの方がいいですね。やっぱりね、ミラーはフラットな方がいいですよね。スクエアタイプというか、情報量も多いんでね、表示の画面の大きさ的には大体一緒かなっていう感じですけど。ちなみに最小にするとどんな感じか。はい。こっちの方が暗いですね。これはいいですね。夜眩しくないので、この輝度の幅は明らかにポーミドさんの方がいいですね。これ車乗ってる時に進行方向を映すケースはほとんどないと思うんですけど、
ただもう見え方はもう明らかにこっちの方が明るいですよね。これ最大ですからね。いいんじゃないですかこれ。ちょっと。表示領域は一緒なんで、僕ちょっとやっぱり、ちょっとズームさせたいんですよね。これぐらいズームさせて、これぐらいの方がいいかなとは思うんですけど、ただ距離感的にはすごくリアルでいいですね。やっぱこれぐらいの方が。これがいいんですよね。拡大してる分、画質は良くないんですけど、まあ実際に乗ってる時は分かればいいので、そこまで気にならないかな。いわゆる凝視しないわけですよね、運転中は。なんとなくチラッと見る程度なんで、画質というよりはやっぱり明るさの方が大事なのかなと僕は思いますけどね。ちょっと、ここまで寄れるんですけど、これぐらいかな。実際はね。でもやっぱり歪んでますよね。こっちの方がね。だって比べるとやっぱり分かりますよね。もう一番のストレスだったのが、やっぱりこの広角すぎて、距離感がいまいちつかめないっていうのが、ぶっちゃけ怖いですよね。大丈夫だろうと思って車線変更するともうすぐ隣にいるみたいなね。明るい分上の方が綺麗に見えますけど、実際乗っかってるノイズは上下ともそんな差はないのかなっていう感じではありますね。はい、それでは夜の映像をお見せしたいと思いますけど、昼間は一応マックスにしてたんですけど、夜は見てお分かりの通り、一番最低のモードにしております。夜は暗い方がいいですよね。昼間は明るい方がいいし、ポーミドの方がはっきり映ってますよね。でも両方ともそんなに差はないかなって感じはしますけど。ちょっとね、暗いところに入ってみたいと思います。ポーミドさんの方が明るくなってるんで、結構持ち上げてるんで、ノイズはすごく多いですけど、じゃあどっちが見えるかって言ったらやっぱり上ですよね。はい。もうこれはもうセンサーの限界なのかな。この画面自体の明るさは同じぐらいなんですけど、やっぱりカメラが頑張ってますよね。見てお分かりだと思うんですけども、対向車のライトがもう全然違いますよね。飛んじゃってますよね。はい。全体的な映像のバランスで考えると上の方がやっぱり綺麗ですよね。そうですね。夜はリアはほぼほぼ差はないかなって感じはします。はい、次にですね、カメラの性能についてですが、両社ともカメラの心臓部分であるセンサーが、ソニーの IMX307 というセンサーで、スタービスという技術を採用していて、夜間だったり、暗い環境下でも高品質な映像を映し出すことができるのが特徴で、フロント、リアともね、同じセンサーです。しかしですね、このセンサーが同じだからといって、カメラというのは、その構造だったり、レンズだったり、受け取った映像信号の処理の仕方で、表示だったり、録画される映像ね、全く変わってくるんですよね。で、オートボックスもポーミドも、前後ともね、同じセンサーを使ってるんですが、こうして見るとですね、映像が全く違いますよね。フレームレートはですね、数値が大きいほど滑らかな映像になるわけですけど、最近ではもう高性能なものは 60fps でね、表示しますけど、確かに表示は見やすいんですけど、録画データがね、膨大になるので、30fps あれば、ドラレコとしてはね、十分だと思います。ちなみにこの僕の動画は 24fps です。ポーミドのリアが30、オートボックスが25ですけど、この辺は誤差というか、肉眼でその差は判別できないレベルだと思います。で、ポーミドさんのものはフロントカメラがですね、セパレートタイプになってるんですよね。で、フロントガラスに貼り付けなければいけないので、これはね、僕としてはちょっとマイナスだったんですけど、利点もあってですね、録画の際に表示エリアが大きくなってね、視野が広くなるということと、V5 Pro のようなね、カメラ一体型だと、スッキリしてね、すごくいいんですけど、ミラーのポジションを変えるとですね、画角が変わってくるので、特に電源を切ってアナログのミラーモードにした際は、必ずミラーを動かさなければいけないので、じゃあどちらがね、ドラレコとして、純粋にね、優秀なのかといえば、セパレート型になっちゃうわけですよね。なので、ここは僕は妥協しました。次に録画の違いなんですが、スペックで見るとですね、ポーミドのデータ解像度が2560の1440になっていて、これを 2K と表現しちゃってますね。で、これは厳密に言えば 2.5K なんですけどね。これはですね、ドラレコ選びで結構重要になってくるので、少し詳しく説明しますけど、例えば 4K っていうのは解像度が3840の2160の映像のことで、この横のピクセル数の3840っていうことで 4K、つまり約4000ピクセルあるから 4K という表現をするんですよね。この理屈で言えば、フル HD の1920の1080っていうのが 2K になるんですよね。なので、このポーミドさんの 2K は、ちょっと違うような気がするんですが、横幅がね、2560ピクセルですから、本当はね、2.5K になるんですよね。はい、ここで疑問が生じますよね。
このソニーの IMX307 のイメージセンサーはフル HD、つまり1920の1080なのになぜ 2.5K なのかという疑問が湧いたので、ポーミットさんに確認したところですね、独自の内部処理にて、2.5K にね、録画しているということです。そこで、同じ時間帯の同じ場所で、フル HD で撮ったものと 2.5K で撮ったものを、それぞれね、見比べてみたわけですけど、まずは左が 2.5K で撮ったもの、右がフル HD を 2.5K に拡大したものですね。どうでしょうか。これを見る限りではそんなに差はないように感じますが、差が分かるのはここからで、では左の 2.5K のものを 4K に拡大して、右のフル HD のものを倍の 4K に揃えて拡大表示したところ、差は若干現れましたよね。単に拡大して保存しているわけではなく、しっかりとね、最適化処理されていることがわかるかと思います。といってもですね、そんなに大きく差があるとは思えないんですけど、何かあった時は、このね、ディテールがね、大事になってくるんでね。あと最近ではですね、1万円前後で 4K とか歌ってる商品が非常に多く出回ってますけど、これらのほとんどがフル HD のものを単にね、4K に拡大して録画してるだけで、当然その画質はですね、フル HD を無駄に引き伸ばしただけの非常に荒い画質なんですよね。で、問題はこれって、嘘ではないということなんですよね。だって汚い画質でもですね、データサイズが 4K サイズですから、4K と歌っても何ら問題ないわけですよ。なので、ドラレコをね、買われる際は、4K と歌われててもきちんとね、カメラのセンサーに何を使っているのかと確認された上で、検討することをね、お勧めします。この辺のことを知らない方は、4K なんだからさぞかし高精細な画質なんだと思い込んでしまいますので気をつけましょう。そもそもですね、まともな 4K センサーを使ったカメラのドラレコが1万円で買えるわけないんですよ。ただ個人的にはこの価格帯のドラレコで録画する映像はフル HD であれば十分かなと思います。4K になるとですね、フル HD の4倍のデータ量になるので、SD カードの容量が圧迫されてね、残される映像の数も4分の1に減っちゃいますからね。はい。ではですね、この PRD81C の商品の中身と、ジムニーシエラへの取り付けについてのお話。一般的なミラーレコの取り付けと同じなので、ざっくりとお話しさせていただきます。まずは肝である専用ブラケットも送っていただきました。概要欄のリンクにある車種別ブラケット適合表をご覧いただいて、車種に合うね、番号を確認した上で購入します。ジムニーシエラの場合は PR222 番ですので、Amazon でね、その番号のものを購入します。ブラケットは金属製でしっかりとした質感になってます。で、箱を開けると日本語マニュアル、保証書、画面保護フィルムが2枚入っていて、マグネットタイプのステッカーも入ってます。で、ミラー本体の質感もボディは樹脂ですが、決して安っぽくなくしっかりとした作りになってます。形状は横から見るとこんな感じ。本体の底面はこんな感じで、背面はこんな感じ。で、本体上部にはあらかじめ付属の SD カードが刺さってました。あとは上下に給排気口があって、下側に物理ボタンが3つ。端から画面表示オンオフボタン、フロントリアカメラの切り替えボタン、撮影ボタンと並んでいて、その隣にある小さな穴がマイクになりますね。背面にはケーブルが1本、画面起動を自動調整するための感光センサー、反対側にはスピーカーがあります。で、パッケージの白い箱の中身は広げるとこうなって、開けるとこうなります。予備の両面テープだったり、工具類、配線モールなど、細かいものが散らばってますけど、実際に僕が使用したのはこの4つですね。フロントカメラ、バックカメラ用の6メートルの延長ケーブルと長さ 2.1 メートルの電源ケーブルですね。で、フロントカメラはフロントガラスに貼り付けるタイプで、貼り付け後も、手前のレバーでね、上下向きを調節できて、強度も固めでなかなかグッドです。で、バックカメラもリアウィンドウに直接貼り付けるタイプで、上下調節もね、硬くてなかなかいい具合です。このオートボックスのリアカメラがね、設置してすぐ締め付けが緩くて、テープで押さえつけていたので、この調節機能の強度は非常に重要です。で、専用ブラケットにケーブルを通してこのような状態にしたら4箇所ビス止めして固定するだけ。最後にカバーを上下はめ込んでしまえば出来上がりです。で、上部には SD カードスロットの蓋もありますと。ただこのカバーは外すときにこのツールで外すわけですけど、一度つけると取り外すのは結構大変なので、頻繁に脱着される方はですね、カバーはつけなくてもいいかもしれません。どうですか？このシンプルでスッキリした感じ。これがいいんですよね。硬さも緩すぎずしっかりとしていい具合です。で、電源はヒューズボックスから取る仕様になっていますが、ジムニーのヒューズに合わないのと、僕の場合電源はナビ裏から取るようにしてますので、常時電源とアクセサリー電源のケーブルをぶった切って、それぞれギボシのスタンスに変更してます。で、取り付けですが、電源ケーブルはナビ裏から A ピラーを通してミラーのところまで配線して、フロントカメラは天井からミラーまで、バックカメラは助手席側で配線し、A ピラーを通してミラーまで。
で、最後に配線した電源ケーブルにフロントリアカメラと、あとはミラー本体のケーブルを接続すれば OK。ただ、ジムニーの場合、カメラからバック信号のところまでのバック信号用のケーブルがですね、届かなかったので、これも DIY で延長してます。ただ、ナビに別のバックカメラがある場合は、無理にミラレコにバック時の表示を切り替える必要があるとも思えないので、ここはバック信号は必要だよっていう場合だけでよろしいかと思います。あと、今回バックカメラのケーブルが短くて、延長ケーブルをリアウィンドウのところで接続しなければいけなかったので、接続部がね、ちょっと太くて収まらなかったんですよね。これが非常に残念で、さらにリアデフォッガーの穴のこの接続部分がギリギリ入らなくてね、もう諦めて穴に通さず、むき出しのままカバーと付属していたね、配線モールで何とかしました。ただ過去振り返ってみると、リアゲート周りって普段あまり目につくゾーンではなくて、全然気にならないことにね、気づいたので、これはこれでいいのかななんて思ってます。その他大きな違いとしては GPS アンテナが本体に内蔵されているので、取り付け時にね、余計な配線がなくなるということ。あとはですね、スーパーキャパシタといって内蔵電池によって事故を起こして電源が遮断された場合でもしっかりと録画できる仕様になっているのはね、安心材料なんじゃないかなと思います。まず大きさの確認ですね。10インチなんですけど、これ3バイザー、指3本入らないぐらいの感覚なんで、これ以上ちょっと大きいときつくなるかなとは思います。ジムニーの場合ですね。はい。それでは画面の説明に移りたいと思いますけど、日付、時間、方角と速度が出ますね。ここがステータスですね。今赤が点滅してるんで、今録画中ですよってことですね。電源が入ると同時に録画がスタートします。SD カード、マイク、GPS、スピーカーと。これ白くなってるってことは正常に動いてるということです。うまく動いてないものは赤く表示されます。スワイプすると後ろ、前後、前っていう感じで切り替えできます。基本これをタッチすると上が明るさのモード、下でいろいろ操作できるわけですね。この右側をこうスワイプさせると最大でこれぐらいですね。かなり寄れます。拡大してるんでね、画質は悪くなります。バックのみズームが効くということですね。M って書いてあると思うんですけど、今マニュアルモードですね。はい、手動です。で、これを押すとグレーアウトしましたけど、これでオートの状態ですね。このセンサーで外の明るさを感知して自動的に明るさを調節するモードになってます。はい。普段これでいいと思いますけどね。この歯車が設定。で、これが再生。録画しているものを止めるボタンですね。もう一回スタートする場合はもう一度押すと。はい、始まりました。今撮ってるものをロックしたいと。SD カードの中のデータをどんどんこう上書きしていく仕様になってるんで、それでも消したくないよってファイルがあるときは、この録画中に鍵マークを押せば、黄色くなりますね。なので絶対消えないと。もう一回押せば解除されるということですね。このカメラマークが写真ですね。矢印が先ほどのスワイプと同じ動きですね。じゃあ歯車のね設定の方をちょっと見てみますけど、大体設定は見ればわかります。解像度でフロントカメラの録画解像度を決定したりとか、あと音も取るのかとか、駐車監視モードをオフにするのかオンにするのかっていうね。これでタイムラプスだったりとかいろんな設定ができると。G センサーの感度っていうね、駐車中に異常が起きた時の感度を強めるか弱めるかってことですね。強ければちょっとの動きで録画がスタートすると。リアの部分とフロントの部分のカメラの共像設定にするのか、あとは上下反転っていうのは非常にありがたいですね。車によってはですね、カメラを逆さまにつけたりするケースもないとも限らないので、そういった場合にこれは非常に使えますね。どんな感じでもそのカメラを設置できると。そんな感じです。あとは初期化だったりとか。はい、以上です。はい、ではですね、2週間ほどこの状態で使ってみた感想をね、まとめたいと思いますけど、まず気づいたのが自分にとって何が重要なのかと。僕の場合ね、まず明るさの幅ですよね。明るい時には極力明るく、夜は極力暗く表示できるのがいかに大事であるかということですね。そしてズーム機能によるリアルな距離感での運転中のストレスが大幅に減ったこと。この2点に尽きるなと。で、ドラレコの機能については、ぶっちゃけ日常的に意識するものではないので、少なくともね、フル HD できちんと録画できてればいいかなと。録画については両者ともね、そこに大きな差はなかったので、ドローといった感じですかね。で、ポーミドの方でちょっと気になった点が2つありまして、で、一つはデジタルインナーミラーって実際にほぼほぼリアカメラしか表示しないので、フロントよりもリアカメラの性能をもっとね、強化してほしかったなっていうのが正直なところであります。ミラーの表示解像幅が1920なので、カメラの解像度に対してドットバイドットなんですよね。カメラが例えば 4K 解像度であれば、ズームしてもね、画質は荒れませんからね。
あとは、ジムニー用のブラケットが結構オートボックスのものに比べて数センチほどね、手前に来るような設計だったんですよね。最初すごく圧迫感があったんですけど、僕はよくここにクランプをつけて撮影するので、ガラスまでのクリアランスがあった方がありがたいので、逆に良かったのかなとは思ってますけど。はい、僕的にですね、この PRD81C の良さをね、まとめると3つですね。スクエアデザインによるシンプルでスタイリッシュな見た目、そして輝度の幅の大きさね、あとはズーム機能と。この3つのアドバンテージでオートボックスのね、実売価格差が、ブラケットを合わせると約2万円あるんですけど、この点をどう考えるかだと思います。僕は個人的にはですね、安全を買うっていう意味においては、この2万円以上の価値があるなと、実際2週間使ってみてね、激しく実感しました。以上、リコロでした。ではまた。